いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、サンマを使ったちょっと変わったね、美味しいお寿司を作っていきます。材料の方ね、説明していきます。サンマ1尾ですね。あとですね、今日、塩ですね。こちら、締めていくのにね、臭み取りに塩を使います。適量使います。で、こちら、僕はですね、サンマの酢を使うときにはですね、一番この穀物酢っていうのをね、一番、対応してます。米酢とかですね、他の酢でもね、対応はできます。こちらの方、シャリです。僕はごまシャリにしてあるんですけども、以前ですね、シャリのですね、炊き方をやってますので、ぜひそちらの方をね、ご覧になってください。そちらの方で、わかると思います。では、サンマのですね、まず頭を落とします。はい。頭を落としたらですね、頭の方からお尻の方に向かってね、包丁を入れていきます。はい。これでね、一旦水洗いします。流しの中で水を流しながらね、やっていきます。この頭はね、今日使わないのでね、お尻の方からですね、こう、水道水を流してもらいまして、下の方にね、人差し指でね、こう、中骨をかくように、こう、外にね、出すようにしてもらえればですね、すごく綺麗にね、取れます。あまり、力を入れてね、こすらない方がいいです。では、こんな感じで綺麗になりました。では、次の工程いきます。この頭の方からですね、ずっとこういう感じで下ろしていって、バットの中に入れます。では、いきます。ね、この根元からですね、ゆっくりこう、引いてくるような感じですね。骨を沿わせていきます。はい。こんな感じですね。続いてね、裏面いきます。こちらの方もですね、中骨の方を当てて、そのままこう、軽く引いてくるような感じですね。この包丁の長さを使って、下ろすような感じです。はい。これでね、両方できました。続いてね、このね、腹のね、骨をね、取りたいと思います。こちらの方ですね、左側にね、こういう感じで、高い方から低い方に向かって取ります。サンマはね、長いのでね、ここの骨からね、こういう柳包丁とかですね、この筋切りっていう方がね、取りやすいと思います。はい、もう一個いきます。こっちのね、頭の方から。はい。おろしたのがね、こちらの方になります。軽くね、塩をします。表とね、裏とやります。よくね、しめ鯖とかやるときにはね、この上に塩をね、べったーっと乗せるんですけど、あれをするとね、身が薄くてですね、サンマはね、すぐ塩っ辛くなっちゃうのでね、軽く振って、このまま10分待ちます。10分経ちました。こんな感じにね、水が出てきます。これがね、臭みに当たるね、やつなんで、これをですね、水道水でね、洗って、きれいにいきたいと思います。はい、こんな感じにね、軽く流します。ダスターの上にですね、乗せたらですね、軽く拭きます。こんな感じに優しく拭いてください。こんな感じにね、水分を拭き取りました。これをですね、皮目を下にしてですね、この上からですね、酢をかけます。半分ぐらいまでね、こう酢をかけます。7分ぐらいしたらひっくり返します。合計ね、約15分ぐらいです。じゃあ、閉めていきます。だいたいね、7分ぐらい経ったんでね、ちょっとね、上がね、白っぽくなってきました。またひっくり返します。今ね、7分経ちましたんでね、酢をね、切りたいと思います。酢を切ったサンマがこちらの方になります。ちょっとね、尾っぽの方を切ります。このお尻の方からですね、半分ぐらいですね。
のところをこう切っていきます。ちょっと開くような感じですね。はい。こんな感じにしてね。こういう感じに骨がなってますので、こういう感じで切ります。そうするとですね、口にね、骨が残らないというか、腹からですね、半分ぐらいのところをこう切っていきます。はい。ではね、こういう感じになります。ではこれをですね、握っていきたいと思います。生臭みを消すっていう意味もありますし、噛んだ時にね、大葉の香りがプーンとするようにですね、大葉を刻んでですね、シャリとちょっと合わせたいと思います。2枚から4枚。こちらの方はお好みです。ちょっとね、大きめに切った方がね、噛んだ時のね、香りの出方がね、いいかと思います。はい、これで混ぜます。次にですね、巻き酢を用意してもらいまして、このまま巻くとですね、こちらの方に、ついちゃいますので、まず巻き酢にラップを引きます。その上にですね、こういう風にね、サンマを置いてもらいます。先ほどのですね、シャリをこう、力を入れて、これポイントなんですけど、こういう感じでちょっとね、細長く、サンマの長さにね、こうちょっと合わせてもらうとね、巻きやすいです。まずこのラップと巻き酢をですね、一緒に持ちます。で、巻き寿司を巻くような感じでですね、中指とですね、人差し指ですね、これをぐっと押さえて、下にあった皮目がですね、上になるようにします。こんな感じですね。今度は、この先端がこの真下ですね。真下に来るようにしていただいて、これを引っ張ります。引っ張ってですね、こういう感じですね。楕円ですね。を作ってもらうような感じにして、絞っていきます。上のここは押す。この手は真ん中にこう、中にグッと入れるような感じですね。で、一回やってもらって、また引っ張ります。で、またやります。で、ある程度ですね、形がついたら、今度ですね、ここの先端に、ここギリギリですね、このラインに持ってきます。で、同じように締めて、はい、今度はね、こちらをですね、押します。ラップを引っ張ってご飯をね、中にこう入れます。こっち側の先端に持ってきまして、これをぐっと握ります。で、この出てるシャリを中に入れます。その時、こうね、形を作ったままでですね、押さえてください。でないとですね、こちらがね、丸くなってしまいますのでね。こうなります。両サイドからラップをですね、内側に入れます。転がして、これで巻き酢をですね、もう一回巻いてもらって、軽く握ります。で、ぐるぐるっと巻いて、これでね、冷蔵庫、もしくはですね、常温でですね、10分か20分置いてもらったらね、完成になります。2、30分経ちました。これをちょっと開けてみます。はい。こんな感じにね、もうパチッとね、こうなります。これをね、じゃあ切っていきます。ラップをつけたまんまですね、切ってもいいんですけど、切りやすいんですけど、どうしてもね、ラップの角がね、残ったりしますので、それはね、僕はあんまり、おすすめはしてません。このね、お寿司をね、お皿に乗せてちょっと炙りたいと思います。身の方ですね。身の方を炙っていきます。ちょっとね、焦げ目がついたぐらいがね、一番ね、美味しいと思います。はい、続いてね、皮目です。
やっぱね、脂が乗ってますんでね、結構ね、パチパチ弾きます。これはね、美味しい証拠ですね。では、盛り付けいきます。ちょっとね、熱いのでね、ですが、試していただければね、いいかと思います。はい、これでね、完成です。しめサンマの炙り寿司です。では、食べます。うまい！本日はしめサンマの炙り寿司をご紹介いたしました。これでほんとめちゃくちゃうまいんでね、ぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。